ご視聴ありがとうございます。今回は転換点を迎えるあの駅の工事の全貌に迫ります。10年前に始まった工事の経緯と、ついに来週末に迫った最後の仕上げを解説します。駅の周りでまだまだ続く工事、その終着点はどこなのでしょうか。ここは JR や私鉄各線が乗り入れる渋谷駅です。ただし、ここは新南口。ホテルなどと一体化し、渋谷駅の東側のビルが遠くに見えるこの出口は、他の出口からは離れた場所にあります。エスカレーターを上がって正面には謎の仮囲いがありますが、それは一旦置いといて、平日の昼間とはいえ人気が少なく、閑散としています。天下の渋谷駅でありながら、この改札の窓口には駅員が常駐していません。用事がある乗客は、この端末を操作する必要があります。この改札から直接行けるのは、埼京線と湘南新宿ライン、それらに乗り入れる系統のホームのみで、山手線のホームへはそのホームを経由する必要があります。そのため、改札周辺の時刻表や発車案内表示器、番線表示に山手線の案内はありません。ホームはここを左前に進んだ先にあるのですが、左後ろに細い通路があるので、そこを進むことにします。階段の幅は狭く、右側は仮囲い。左側には右側通行と書かれた青い掲示があり、かつてはもっと幅が広かったのがわかります。そして階段のすぐ先で、ホームは途切れています。2020年5月に埼京線のホームが移設された後、あの辺りのホームは役目を終えたため、すでに撤去されています。なお、一番奥には機械室があるため、そこだけは残されています。この辺りには自販機などもなく、通っても遠回りになるだけなので利用する人はおらず、渋谷駅の構内とは思えないほど閑散としています。途中には、埼京線の緑色が入ったベンチが、まだ残っています。改札からの階段が合流します。ただし、ここはまだホームではありません。ここでまず、渋谷駅で進む工事の全体像を解説します。そもそもの発端は、1996年3月、埼京線の新宿恵比寿間が開業し、渋谷駅にホームが建設されたことです。埼京線が走る線路は、もともと山手貨物線という貨物列車のための線路でした。渋谷駅の埼京線ホームは貨物駅跡地に建設されることになり、貨物駅自体が山手線のホームから離れた場所にあったため、埼京線のホームも山手線のホームから離れた場所に作られました。ちなみに、最初に私が通った新南口などの建物は、貨物駅の跡地を利用したものです。山手線と埼京線をつなぐ連絡通路は距離が長くて不便で、ホームが並んでいる隣の恵比寿駅の方が、はるかに便利でした。この状況が変わるのが、埼京線開業から20年近くが経った2013年のことでした。渋谷駅の東側にあった東急東横線の駅が、東京メトロ副都心線との直通のために地下に移転し、その跡地を利用した再開発計画が始動。これと合わせ、埼京線の線路を移設して間隔を広げ、埼京線のホームを山手線の隣に持ってくることになったのです。一連の工事は、JR 東日本でも大規模なものとなりました。東横線の駅を解体した後、18年5月に埼京線の上り、北に向かう線路が東側に移されました。まだホームは移設されていませんが、この時線路自体が持ち上げられたため、ホームの高さが部分的に変わりました。その後、20年5月にはホームが移設され、埼京線のホームが山手線の隣になりました。埼京線開業から24年、ついに不便な乗り換えが解消されたのです。なお、この時には、埼京線下り、北に向かう線路が東側に移されています。せっかく広げた間隔を狭めたのは、この後、山手線の線路を移設するためです。このチャンネルでもご紹介した21年10月の線路切り替えでは、埼京線の線路を移動して作ったスペースに山手線内回りの線路を移設し、内回りのホームを拡幅しました。ただし、工事はこれで最後ではありません。山手線のホームは、過去に混雑緩和のため、外回りの外側に新しいホームが作られ、内回りと外回りで分かれていました。拡幅された内回りホームに対し、外回りのホームは狭いままだったため、23年1月、外回りの線路をさらに外側に移設した上で、ホームを一体化する工事が行われました。これらの工事は一晩では施工しきれず、前回は内回りが、この時は外回りが土日終日運休になりました。一方、
埼京線のホームの移設に伴い、埼京線の線路は高さが上げられていますが、山手線ではそのまま、線路の高さを埼京線に揃える工事が、まだ残っています。ここから、駅構内をこのように歩き、渋谷駅の現状を見るとともに、間もなく行われる大工事の下準備を見ていきます。連絡通路を進みます。この左後ろでは、新南口改札から線路をまたいで西側に出る自由通路が建設中です。その横では再開発ビルが建設中で、駅の西側でも変化が続きます。駅に入るカットで、正面にあった仮囲いは、この自由通路につながるものです。また、将来的に新南口は廃止され、埼京線の上下線の間にあるこの通路も、その時に役目を終えます。自由通路はその前に完成する予定で、乗客の利便性は下がりませんが、改札が一つ減るので、JR にとってはコスト削減になります。ここにあるのが、前回、今年1月の動画にも出てきた、この苔。連絡通路が廃止されるまでの間、通路を活用するアイデアとして実現したものです。枯れている苔もありますが、苔は乾燥に強く、水をあげれば元に戻ります。この辺りが、かつて埼京線のホームの終端だった場所です。連絡通路につながっていた階段の跡がまだあり、段々になっている部材などが左右に残っています。なお、埼京線の線路のかさ上げは新南口の辺りから始まっており、この辺りでは旧ホームと線路がほぼ同じ高さになっています。埼京線のホームに到着です。渋谷駅では線路自体がカーブしており、特に埼京線のホームは両端がカーブにかかっています。ここから見ると、埼京線と山手線で線路の高さがかなり違うのがわかりますね。後ろを見るとこんな感じ。埼京線の線路がかさ上げされたため、旧ホームとの高低差ができていることや、奥の方で線路の勾配が変わっていることがよくわかります。さらに先へと進みます。東側にある外壁に植物が植わったビルが、東横線渋谷駅の跡地に作られたビルの一つです。この上では、線路の東西を横切る自由通路の建設が進んでおり、将来この上に新しい改札ができます。山手線のホームの上は、以前は結構開けていたのですが、構造物ができて圧迫感のある感じになっています。東側には、先ほどのビルともう一つのビルを結ぶ連絡通路があります。ここには大通りと高速道路があり、その間は連絡通路が通ります。外装の白い板は、東横線渋谷駅の外装を真似たものです。すぐ先にはエレベーターが。これは、今年1月のホーム統合の後に整備されたもので、ホームが2階で、1階に降りると南改札、3階に上がると中央改札です。15人乗りで、一般的なエレベーターに比べて少し大きいです。これは、山手線ホームのうち、この奥のハチ公改札側にエレベーターがなく、このエレベーターを経由して迂回する必要があり、混雑しやすいのも理由です。細い通路を抜けた先で、埼京線、山手線ホームからの階段などが合流します。今年1月に山手線のホームが統合される前には、この辺りに仮囲いがあり、山手線のホームからこの場所へは来れませんでした。正面のエレベーターは私が乗ったのとは別物で、2階と3階だけをつないでいました。ここを右奥に進んだところにあるのが、中央改札です。かつてはこの奥で左に曲がり、山手線のホームにつながっていたのですが、途中には階段があるなど、利用しやすいとは言えない通路でした。この通路は、今年1月の工事の後で廃止されています。埼京線のホームに降りる階段からは、通路の残骸と思われる部材が見えます。都心のど真ん中だけに、使わなくなった部材の撤去にも時間がかかります。相変わらず仮設の仕様のホームですが、この奥にある階段の横あたりから、向かって右のホームの端が、仮設の部材でなくなっています。工事が続いていた渋谷駅で、これ以上工事が行われない場所なのがわかります。一方この先では、ホームの中央の部材もタイル仕上げになります。仕上げがしっかりしているのは、この辺りだけです。そしてここから、下の階層を経由して、山手線のホームへ向かいます。木材で支えられた仮設ホームが目立つあちら側、どうなっているのでしょうか。絶賛仮囲い中の通路を進みます。この先にあるハチ公改札は、スクランブル交差点などに一番近いため、日中でもかなり混雑しています。この混雑ぶりは、
今後の改良工事にも関わってくる内容です。山手線のホームに到着です。この辺りは工事の前後でホーム幅があまり変わっていないため混雑が激しいです。右側には今年1月に役目を終えた旧外回りホームの残骸の一部が、柱の一部が切断され仮設の鋼材で支えられています。奥の階段はまだ残っており、ハチ公改札を入った正面からもよく見えます。そしてここから仮設のホームが続いています。ここはまだ使用されていませんが、その横にはこんな張り紙が。ホームをこの奥に伸ばし、列車の停止位置をおよそ1両分移動します。これまでホームの動線は新宿池袋寄りに寄っていましたが、これでおおむね中央になり、通行がスムーズになります。ハチ公改札とを行き来する乗客による混雑も多少は緩和されるでしょうか。ホームを進みます。外回り線路の外側では旧ホームの解体が進んでいました。頭上にある青いガードは東京メトロ銀座線のガードです。銀座線の渋谷駅は2020年に移設され、見違えるように綺麗になりましたが、山手線をまたぐ部分は昔のガードを使い回しています。再開発に伴う百貨店の建物などの解体も行われ、コンクリむき出しの場所が目立ちます。場所によっては案内サインやベンチなどがまだ残っています。この横にあるのが今年1月のホーム統合後に整備された階段エスカレーターです。今後行われる線路とホームのかさ上げに備え、短いスロープがあります。幅はそこそこ広いですが、渋谷駅の乗降客をさばくには十分とは言えないらしく、内回りと外回りが同じタイミングで発着することもあるため、結構混雑します。降りて正面にはエレベーター、両脇には仮囲いがあり、それほどゆとりはありません。この先にある南改札へ通じる階段のあたりが山手線のホームで最も余裕のある場所です。この辺りもかさ上げの対象で少しだけスロープがあります。そしてこの階段の横では床に白線が引かれ、奥の仮囲いまで続いています。この先では新しい改札へつながる動線が建設中です。ホームのかさ上げを見越してエスカレーターとの間には段差があります。21年10月、内回りのホームが拡幅された直後はこんなにゆったりしていたホームも今や仮囲いだらけです。この先でもホームの中央に白線が引かれ、仮囲いと書かれたシールが貼られています。そしてこの周りには砂利を詰めた袋が。線路を移設するとき、新しい砂利を運ぶのは大変なので、事前に袋詰めして線路脇に積んでおきます。そして工事の下準備はこれだけではありません。外回りと内回りにはある違いがあります。車両とホームの段差がほとんどない外回りに対し、内回りは段差が大きくなっています。これはカーブがあるからではなく、線路自体が高いのが理由。線路切り替え工事に先立ち、この辺りの線路の高さが上がっているのです。来週末、11月18日土曜日と翌19日日曜日、渋谷駅の山手線ホームをかさ上げする工事が、外回り、内回りを1日ずつかけて行われます。新宿池袋寄りに伸ばすホームは土曜日に仕上げられ、日曜日には使用開始になります。階段などはおおむね半分ずつ工事エリアに取り込まれ、この間に高さを合わせる工事が行われます。動線が大きく減り、特にハチ公改札へは階段一つだけになるため、入場規制の可能性もあります。この工事に伴い、土曜は外回り、日曜は内回りが、大崎池袋間で運休になります。運休区間以外も本数が減るため、並行する埼京線は、臨海線直通列車を含めて増発、相鉄線直通列車は運行区間が延長され、京浜東北線は快速運転を取りやめ、山手線をフォローします。また、私鉄各線に振り替え輸送も行われ、万全の布陣で臨みます。そして、21年10月、そして今年1月に行われた、内回り、外回りの線路移設工事では、新宿と品川、あるいは大崎を結ぶ臨時列車が運行されました。普段は一般列車が通らない線路で運行され、かなり注目を集めましたが、今回はそうした列車はありません。その2回の工事では、内回り、外回りが両方とも52時間運休になったのに対し、今回の工事は1日ずつ行われるため、運休はそれぞれ1日だけです。線路は移動しやすい桁に乗せられており、横に移動するより縦に移動する方が難易度としては低いのでしょうか。また、
過去には線路と交差する道路を通行止めにしていましたが、今回はそうした措置もありません。それでも山手線が止まる影響は大きく、車内モニターでは定期的に CM が流されるほか、JR はもちろん、他の私鉄の駅でも告知ポスターが出されるなど、アピールに余念がありません。5月に感染症の扱いが変わり、外国人観光客が増えたことを踏まえたのか、英語のポスターが目立ちます。過去の工事と同じく、事前にできる工事はすでに進んでいます。先ほどの線路がかさ上げされたのも、その一環です。あの辺りは砂利を敷いた普通の線路で、移動するのに時間がかかるのも関係していそうです。南改札では、11月5日より、改札周辺の動線が変わりました。工事エリアが新設されたりしたので、経路によっては遠回りになったり、必ずしも改良されたわけではありません。そして今回の線路かさ上げ工事の背景の一つが、この南改札の近くにあります。西側に出る通路を進んでいると、山手線の線路の下あたりで、上り坂になります。この坂は意外ときつく、横を映すとそれがわかります。突然下り坂になるので、つんのめる人も結構多いです。一連の工事の前、線路が今より低かったことから、この通路が圧迫され、高さが低く坂がきつい弊害があり、改良が求められていました。以前は埼京線の線路が山手線より低かったのですが、線路切り替えに伴うかさ上げで高さが逆転し、山手線の方が低くなりました。今回の工事で線路の高さを揃え、東西自由通路の整備を本格的に始めます。線路の移設や列車の運休を伴う工事はこれが最後ですが、新南口の自由通路の整備と改札の廃止、そして今ある設備の改修などは、今後もまだ続きます。全体の完成は、2027年度の予定。仮設の部材が目立つホームが綺麗になり、駅が生まれ変わるには、しばらくかかりそうです。ご視聴、ありがとうございました。